まず父と母に言わなきゃいけないことがあります。社会人になって十数年、紆余曲折ありながらもホームレスになりました。この動画があなたの手に落ちる頃には、私はもう社会人ではないでしょう。特に死んでいるでしょう。人生の二度とない経験として、経験というより戒めの方が正しいかな。いや、一番正しいのはデジタルタトゥーかも。貴重な経験を YouTube に残しておこうと思い、カメラを回した次第です。正直黒歴史もいいところなので、アップする予定は今のところないです。視聴者さんも気になってるよね。おいお前、その年齢でサラリーマンなのに帰る家を失ってんだって。そう思われてる方がね、大半だと思いますけども、簡単に今のこの状況にね、陥ってしまったいきさつを説明するとですね、僕が職場でのミスをね、継続的に起こしまくってですね、弊社というか会社というか上司というか課長なんですけど、おいお前こらと、毎朝ね、おはようの代わりに罵倒から始まるわけですよ。で、慣れっこのね、僕もね、おはようございますの代わりに、はいはい何でしょうと返すわけなんですけど、もちろんその態度も気に食わない会社の上司というか課長というか、ハゲ散らかっているというか、焼け野原からですね、周りにいる人に聞こえるように大きな声でね、毎回罵倒してくるんですよ。で、僕もある程度ね、歴はあったんで、レベル的にはできる位置というか、やらざるを得ないポジションだったんですけど、実力がね、全く伴ってなくてですね、まあポンコツだったんですわ。後輩にもどんどん抜かれて、無冠の帝王ならぬ無冠の落ちこぼれだったわけですよね。何もないわけですよ、ここには。まあ適応障害もあるであるんですけど、まあ持病というか診断もされてるんですけど、まあそれは今ね、置いといて、それで課長が言うんですよ。みんなに迷惑かけてるのに、よくノーノーと来れるねとか、なんであいつ来るのとか、社員みんな言ってるよって、その上司にね、毎日言われるわけですよ。で、焼け野原課長から、洗脳を受けた自分的には、部署の人間全員に嫌われてると思ったんで、どんどん会社の人間に、と関わるのが嫌になってきて、最終的にやめた方がいいのかなって思ってるところに、焼け野原課長が来てですね、やめた方が、金融社員も全員ウィンウィンだと思わないって言われて、もうその瞬間、マジで頭の中が切れた。なんか切れた音したんですよ。それで僕も、頭に来ちゃって、じゃあやめてやるよって言って、会社飛び出しまして、ダメです。奥が寒すぎたので、ドトールで時間潰してまして、そこで、ある重要なことを思い出しまして、勢いでやめてきちゃったんですけど、実家暮らしの自分としては、親に言わなきゃいけないんですけど、親と今絶賛喧嘩中でして、仕事を辞めたなんて言えない状況なんで、とりあえず、こっそり家に忍び込んで、必要な荷物だけ、取りに行く次第です。実家に潜入、意外と、ワクワクしてます。行ってきます。よいしょ。実家に到着しました。こんなに帰りたくない日は小学生以来ですね。友達のゲームソフトを借りパクしてて、なぜか学校から家に電話かかってきたらしくて、それを借りパクした友達が教えてくれたんですけど、今思うとあの友達、分かった上で教えたと思うと、めちゃくちゃサイコパスですよね。あの時の僕は家のドアノブを回すことができませんでしたね。
山田の大切ながらやったんなの？取材はしないよ。毎日取材してんの。今日の話じゃないよ。今日やったの？そうじゃない。そうじゃない。すいません。焦って動画を途中で切っちゃいました。親にバレかけまして、急いで家帰れちゃったんですけど、おそらくバレていないと思いたいです。僕はスネークになれなかったね。ゲームでは強くでも、現実世界では人間はこんなもんですよ。実家潜入の戦利品ですが、まずは金。大事ですね。この世で一番何が大事と言われたら金と言いたいところですが、家族ですね。でも今は金ですね。家に残金2000円しかなかったところに、遅かれ早かれ今の世界線には到達した気がしますね。いやー、今日はほんと寒いんですけど、懐も寒いですね。悲しいね。それと、髭剃り。男のエチケットですね。それと、寒すぎて手の震えが止まりませんでした。診断書。なぜ親に気づかれた時にテンパってなぜか ADHD の診断書を持ってきてしまいました。そして持ってきたものがこの3つ。最低限上着が着てこれただろうと思いますよね。そこがこの診断書を手に入れることができる男の末路なんですよね。バカですよね。これだから実在者のように詰められるんですよね。この HDHD のバカ、テンパりすぎてですね、お金しか取れなかったので、でもお金を持ってこいたのでサイゼリヤで来ました。今日の夕食はここで食べたいと思います。今日の晩ご飯は大好物のサイゼのドリア。これだけでドリア3杯はいけます。外気温0度からこの店内とドリアの暑さにはしんましたね。でも本来だったら家族でご飯を囲っていたはずでした。カッとなってしまった数時間前を悔やんでも悔やみきりませんが、もう後の祭り。これからのことを考えたら味なんかほとんどしませんでした。食べ終わりました。家には帰りたくないので、帰れないので、これから寝床をどこにするか、考えます。本日の寝床はここに決めました。調べたらここら辺だと安かったんで、じゃあ行きます。ただ営業時間が朝4時までなので、追い出されてからは氷点下の寒空との戦いが始まります。では、おやすみなさい。